皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。皆さんはアニメ、漫画が好きですか？よく見てますか？アニメや漫画は楽しいし、言葉の勉強にもすごくいいので、どんどん見て勉強してほしいんですが、アニメでは普通に使っている言葉でも、本当の生活で人に使うとちょっと良くなかったり、失礼になったり、悪口になってしまう言葉があります。私はたくさんのアニメファンに日本語を教えています。レッスンの中でビギナーでも、そして日本語が上手な人でも使ってしまう、ちょっと使うと危ないなという言葉を今日は5つ紹介します。その5つの日本語がこちら。チビ、ガキ、ドジ、オタク、ぼっちです。この言葉がどうして人に使うとダメなのか、使うとどんな印象になるのか、この言葉の別のいい言い方を教えます。では始めましょう。1、チビ。まず1つ目はチビです。チビという言葉は私の生徒さんでも何人も間違って使っていて、すごく気をつけた方がいいと思った言葉ナンバーワンです。アニメ・漫画ではチビという言葉が可愛く見えたり聞こえたりすることがあります。例えばセーラームーンにちびうさというキャラクターがいます。小さくて可愛いキャラクターです。それから日本では昔から大人気の漫画アニメ、多分アジアに住んでいる皆さんは知っていると思いますが、ちびまる子ちゃん、タイトルにちびが使われています。英語のリルのようなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、本当の生活で使うととても失礼な言葉になってしまいます。例えば友達にチビだね、チビで可愛いねと言うと、友達は泣いてしまうかもしれません。私も初めて会う人にはもちろん、家族や友達にも絶対に使いません。人や動物に使う言葉なので、物にも使いません。私の家はチビですと言った人もいましたが、これはダメです。小さいとか狭いを使います。時々小さくて可愛い女の人っていますよね。そういう時に使う言葉は小柄で可愛い女の人と言ったりします。もちろん本人に言う言葉ではありませんが、誰かを描写 describing するときにこの小柄という言葉がポジティブなので使ってみてください。ちびっこという言葉は小さい子供の意味で使うことがあります。子供が見るテレビ番組でもちびっこのみんなこんにちはってよく聞きます。ですからこれはチビのようなネガティブな言葉ではありません。でも使っていいのは2歳、3歳や大きくても4歳、5歳ぐらいまでです。小学生に使うとちょっと赤ちゃんみたいって怒る子もいるかもしれません。使い方がちょっと難しいかなって思います。2、ガキ。ちびっこの話が出たので同じような意味を持つ言葉を紹介します。
2番目はガキです。聞いたことがありますか？アニメではだいたい男の人が使います。しかも口の悪い男の人、いい言葉を使わない男の人のことですね。それから強い人がよくこの言葉を使います。バトルアニメ、少年アニメにはよく聞く言葉です。意味は子供という意味ですが、普通の子供ではなく、とても乱暴な言い方です。英語だと kid や child の意味ではなく brat に近いです。私の大好きな進撃の巨人のリヴァイがエレンたちのことをおいガキどもって言ったりします。どもはたちの意味ですから子供たちっていう意味になりますが、英語のバージョンでも brats を使っていたと思います。こんな感じで子供や若い人のことを自分よりもずっと下に見ている時に使います。あとは自分がまだ子供だった時という意味で、男の人があの時俺はまだガキだったとか、ガキの頃はと使うこともあります。実際に男の人がこれを言うことがありますが、ガキという言葉を誰かの子供に使うのは失礼すぎるので絶対にやめた方がいいです。例えば、佐藤さんのガキかわいいですねって言ったら、佐藤さんに殴られると思います。佐藤さんのお子さんかわいいですねと言いましょう。あの子供はかわいいと言いたいときは、あの子はかわいいと言います。ちなみに男の人が男の子のことを小僧と呼ぶアニメも時々見ますが、ガキと同じくらい失礼ですし、アニメや時代劇でしかもう使わない言葉なので使うのはやめましょう。3、ドジ。3つ目はドジ。ドジは失敗が多い人、よく間違える人、うまくできない人という意味です。アニメではドジなキャラクターがよくいます。例えば、よく転ぶ、飲み物をこぼす、大事なものを忘れる、遅刻する、でも頑張っている、そしてちょっとかわいい、こういうキャラクターです。ドジっ子という言葉も最近よく聞きますが、ドジっ子はドジなところがかわいいキャラクターという意味で使います。有名なキャラクターだとセーラームーンの月のうさぎがそうです。うさぎは遅刻する、勉強が苦手、よく泣く、失敗する。でもそこがかわいいキャラクターとして書かれています。でも現実の世界で誰かに何々さんってドジですねって言うと、相手はとても悲しくなります。仲がいい友達ならもうドジだなっていうことはあります。でもこれはあなたは失敗が多い人ですねと言ってるように聞こえるので、あまり知らない人、先生や上司には絶対に使わない方がいいです。友達が失敗したら大丈夫とか、そういうこともあるよねと優しい言葉を使ってみてくださいね。4、オタク。4つ目は皆さんが知っている言葉、オタクです。オタクは何かの趣味がとても好きな人、何かにとても詳しい人という意味でよく使います。アニメオタク、漫画オタク、ゲームオタク、アイドルオタク。日本にはいろいろなオタクがいて聞いたことがあると思います。
皆さんの国でもたくさんいますか？私もそうなんですが、私アニメオタクなんですとか、僕ゲームオタクです、毎日ゲームやってます。この場合は悪い意味ではなく、自分の好きなものを説明していることが多いです。でも大事なポイントがあります。オタクは自分のことを言うのは OK です。でも他の人を言うときには注意が必要です。誰かに何々さんってオタクっぽいですねと言ったらちょっと問題があります。その人が私はオタクですと言っていれば大丈夫かもしれませんが、本人がオタクと言っていないのにこちらからオタクですねと言うと、あなたはこういう人ですと決めつけることになります。オタクという言葉は最初アニメファンに近い言葉でしたが、日本ではオタクがかなり悪いイメージになった時期がありました。今から30年くらい前、一人のアニメファンが殺人事件を起こしてメディアの放送でオタクイコール危ない人というイメージが広がった時です。事件を知らない若い人も多いので、今はそんなイメージはなくなってきましたが、まだ少しネガティブなイメージが残っています。オタクという言葉には他の人と違うとか変な人という感じも少しあります。私がビデオでいつもアニメオタクに教えていますではなく、アニメが好きな人に日本語を教えていますと話しているのはこのためです。ですから日本人と話すとき、何々さんはアニメオタクですねではなく、アニメが好きなんですねとか、ゲームオタクなんですねじゃなくて、ゲーム詳しいんですねっていう方が安全だと思います。ぜひ使ってみてください。5、ぼっち。最後の5つ目はぼっちです。ぼっちは一人ぼっちから来た言葉です。一人でいる人、一人ぼっちのことを言います。英語だと all alone, lonely と訳されることも多いです。可愛い女の子たちの音楽アニメボッチザロックで知っている人もいるかもしれません。ぼっちという言葉は新しい言葉で、10年くらい前はなかった言葉です。今は一人でご飯を食べることをぼっち飯と言ったり、日本ではクリスマスを彼氏、彼女、パートナーや家族で過ごしますが、一人でクリスマスを過ごすことをぼっちクリスマスとかクリぼっちって言ったりして、ネットで使われるようになりました。アニメではぼっちキャラといって、いつも一人でいるキャラクターをこのように言ったりします。ボッチザロックのぼっちちゃんや鬼滅の刃の富岡義勇がそうです。私も一人でいることが好きなので、今日はぼっち飯ですとか、たまにはぼっちになりたいとか言ったりします。自分のことを言うのは問題ありません。でも他の人に使うのはちょっと危ないです。例えば、何々さんってぼっちだね、あの人いつもぼっちだねと言うとどう聞こえるでしょうか。友達がいない人、寂しい人と言ってるように聞こえます。これはかなり失礼です。鬼滅の刃のスピンオフアニメ鬼滅学園で富岡先生が俺はぼっちじゃないというシーンがあるんですが、これを見てもぼっちという言葉がちょっとネガティブなのがわかると思います。ですからその人
にわざわざ言うことはないんですが、一人で過ごすのが好きとか、静かに過ごしたい人とか、そんな言い方をする方がいいと思います。あとは一匹狼というとちょっとかっこよく聞こえるかもしれません。では今日のまとめです。今日紹介した言葉は全部よく聞く言葉です。チビ、小さいキャラクター。ガキ、子供のキャラクター。ドジ、失敗が多いキャラクター。オタク、何かが大好きなキャラクター。ぼっち、一人でいるキャラクター。アニメではこの言葉たちはキャラクターを分かりやすくするための言葉です。でも現実の人に使うと相手を傷つけることがあります。使うときは少し注意しましょう。この他にもアニメではよく聞くけど使うとすごく乱暴に聞こえる言葉とか、たくさん紹介したい言葉があります。そういうアニメでよく聞くけど使い方が難しい言葉、気をつけた方がいい言葉を知りたいなと思ったら、ぜひいいねボタンを押したりコメントをください。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんがもっと日本語でアニメや漫画を楽しめるようにお手伝いができたら嬉しいです。それではまた。